こんにちは、豊橋豊です。今回は WL トイズ104001の軽量化に取り組みたいと思います。今回入手したパーツはこちら、カーボンパーツ8点セットです。ヤフモクで5000円くらいでした。これだけのセットで5000円はお買い得ではないでしょうか。どの部分にカーボンパーツを取り付けるかと言いますと、まずシャシの大部分。あとは前後のダンパーステー。こことここにつけます。真ん中に見えているスパーギアの上の部分。フロント側のボディマウントの下の部分。リア側のボディマウントの下の部分。前後のプロペラシャフトの下の部分。以上8箇所をカーボンパーツに交換していきます。それでは早速分解していきます。なるべくカットせずに編集していますので、余分なところは飛ばして、詳しく見たい部分はスロー再生すると良いかもしれません。どんどんばらしていきます。ダンパーの上の接続を外していますが、今じゃなくても良かったです。後で前後のデフ周辺を刺すごとアッセンブリーで外すので、その時でも良かったです。タミヤだと TT02B などは、ダンパーステーだけで3800円するので、5000円でこれだけのセットはお買い得です。もともと重い金属パーツ8箇所が、カーボンパーツになることで、軽量化が期待できます。あと見た目がかっこよくなります。バンパーを外します。シャシ裏側のネジを外していきます。シャシ裏側のネジは3種類あるので、全部の位置を覚える必要はありませんが、位置をついていた場所に戻せるように、製氷皿に順番に入れていきます。わからなくなったら、スパーギア周辺を止める6本と、ステアリングワイパーを止める2本が、真ん中の長さで、フロントのプロペラシャフト下の、リインフォースメントを止める3本が、一番短い7ミリです。それ以外は一番長い10ミリと、覚えておけば大丈夫です。特に一番短い7ミリの部分に長いネジを入れると、ネジ穴を舐めてしまうので気をつけてください。ステアリングワイパーが外れました。フロントデフ周辺がごっそり外れました。次はリア側に取り掛かります。8本ネジを外すと、リア側のデフ周辺がごっそり外れます。外れました。フロアの左右部分を外していきます。スパーギア周辺のボルトも外します。
受信機や ESC は、グルーガンでくっつけてあるだけなので、少しこじれば剥がれます。なぜかフロアの右側部分が外れません。ここだけ上からもネジがついていました。M に 4mm のちっちゃいネジが2本ついています。この2本はカーボンシャシでは使いません。いつか元の金属シャシに戻すなら取っておきましょう。戻さないなら捨てて OK です。外れました。金属でできていますが柔軟性があります。この部分に角度がついていて、サスのキャスター角になっています。ラジコン界隈ではこれをスキット角というらしいです。形やネジ穴がずれていないか確認します。カーボンパーツのシャシには角度がついていません。角度がついていなくても、取り付けると相手に沿って自然に角度がつくらしいですが、応力が残ったまま固定されるので、ジャンプの着地とか強い衝撃が加わった時に、ネジが外れたりカーボンパーツが割れたりするかもしれません。そこで今回はカーボンのシャシに角度をつける加工をしたいと思います。2枚をぴったり合わせてテープで留めます。バイスプライヤーで挟んで角度をつけます。あまり強く挟むと傷がつくので弱めがいいです。曲げた部分をトーチで加熱していきます。熱する範囲が広すぎないように、なるべく細い炎のものが良いと思います。下面は少し透明になって柔らかくなりました。今度は上面に貼り付けて上面を加熱していきます。火力が弱いとなかなか柔らかくならず、火力が強いと燃えてしまうので、火加減を調整してください。トーチ本体が熱くなると爆発するかもしれないので、連続使用時間を守ってください。カーボンの弾性で少し戻ってしまうので、竹串を刺して角度を強めます。冷えたらテープを外します。熱いので気をつけてください。だいたい同じ角度に曲がりました。角度はつきましたが、曲がった部分のネジ穴がずれています。曲げない方が良かったかもしれません。曲げずに取り付けた方いらっしゃいましたらコメントください。曲げ部分の強度も落ちていないようです。むしろ初めより硬くなってる気がします。次はフロントのデフ周辺に取り掛かります。リインフォースメントを外します。リインフォースメント上部の金属パーツを外します。外れました。カーボンパーツと比べてみます。少し穴位置がずれているようです。フロントダンパーステイを外します。外れました。ボールジョイントは六角レンチを使って外します。カーボンパーツと比べてみます。大丈夫そうです。スパーギアの上の金属パーツを外します。
外れました。カーボンパーツと比べてみます。これはぴったりですね。次はリア側のデフ周辺に取り掛かります。リインフォースメントを外します。リインフォースメント上部の金属パーツを外します。外れました。形と穴位置はぴったりですが厚みが違います。この部品だけは厚さが違うと、デフとの位置関係がずれてしまうので、どのくらい違うのか測ってみます。カーボンパーツの方が 0.5mm 薄いです。後で 0.5mm のスペーサーを入れて組み立てます。リアダンパーステーを外します。ウイングステーを外します。ボールジョイントは六角レンチを使って外します。リアダンパーステーに追加で穴が開けてあるのがお分かりでしょうか。この部品は以前の動画でダンパー取り付け穴を追加してあります。後でカーボンパーツにも同様の加工をしてみます。ボディマウント下の金属パーツを外します。ボディマウントの棒は前後向きがありますので、間違えないように注意してください。次はフロント側のボディマウントの下の金属パーツを外します。相手側が共回りしてしまうので、バイスプライヤーで固定します。ネジロックが塗ってあるので硬いです。バイスプライヤーで掴むときは、丸い部分ではなく、平らになっている2面幅の部分を掴んでください。ネジロックが塗ってあるので硬いです。ここはベアリングが入っています。ちっちゃいスペーサーを外します。なくさないように気をつけてください。ボディマウントの棒を外します。リア側同様前後向きを間違えないようにしてください。これで8箇所すべての金属パーツが外れました。重量を測ってみます。107g でした。取り外した金属パーツを測ってみます。260g でした。半分以下です。カーボンのリアダンパーステーに、ダンパー取り付け穴を追加します。以前の動画で金属のダンパーステーに穴開けしましたが、カーボンパーツの方が加工が楽です。3連の穴の下側に2個ずつ穴を追加しました。
穴を開けた分ちょっと軽くなって、106g になりました。合計で 154g の軽量化になります。それではカーボンパーツを組み立てていきます。基本的に分解の逆の手順でやれば問題ありませんが、組み立てるときは間に砂を噛み込まないように注意してください。ボディマウントの棒は前後向きがありますので注意してください。ベアリングを掃除して組み立てます。ちっちゃいスペーサーを忘れないでください。この部分はネジロックが塗ってあったので、組み立てる時も塗った方が良いかもしれません。順序は違いますが、リアのリインフォースメントを組み立てます。続いてフロントのリインフォースメントを組み立てます。この部分は少しネジ穴がずれているようで、先に2本締めると3本目が入りません。0.1 ミリくらいのズレなので、ドリル刃で軽く擦れば入るようになるでしょう。入りました。フロントデフ周辺を組み立てていきます。リインフォースメントを取り付けます。リインフォースメントはデフに対して角度がついていて、カーボンのフロアは平らのままでも、リインフォースメントに倣って角度がつくようです。つまり無理やりしならせた状態で走行することになるので、今回曲げ加工をしましたが、今後弊害が出てくるかもしれません。曲げ加工する方は自己責任でお願いします。ダンパーステイを取り付けます。アッパーアームのボールジョイントがつく部分は、8の字型の穴になっていて、上下で位置を選べます。通常は上側についていますが、以前の動画で車高を上げているので、下側に取り付けます。ボール側に六角レンチを入れて組み立ててください。フロントダンパーステイを取り付けます。次はリア側に取り掛かります。ボディマウントとカーボンパーツを組み立てます。向きがありますので注意してください。ボディマウントを取り付けていますが、先にリインフォースメントを取り付けた方が良さそうです。リインフォースメントを組み立てるときは、
カーボンパーツの上面に 0.5mm のスペーサーを入れます。ダンパーステーにウィングステーを組み立てます。フロント側と同様に、アッパーアームのボールジョイントは、8の字穴の下側に取り付けます。車高を上げていない方は上側につけてください。下側につける理由はサスストロークによるキャンバー変化の適正化のためです。詳しく知りたい方は、W ウィッシュボーンで検索してみてください。ダンパーステーを取り付けます。この作業はリアデフが車種についている状態だとやりにくいです。次は車種に取り掛かります。スパーギア上部にカーボンパーツを取り付けます。この作業は車種にモーター、スパーギアなどが組み付いている状態の方がやりやすいです。重量を測るためにこの順番でやっていますが、相手側の位置がずれてしまうので、本来は最初か最後にやった方がやりやすいです。外す時にも説明しましたが、このちっちゃい M24mm のネジは、ネジ穴が開いていないのでつきません。金属ならネジ穴加工できますが、カーボンパーツに目ネジを切っても、おそらく強度が足りないので、このネジは使いません。気になる方はグルーガンで接着すると良いでしょう。こことここです。この曲げた部分のネジ穴もずれていますね。曲げない方が良かったかもしれません。カーボンなので穴を広げることは簡単だと思いますが、まあとりあえず組み立てながら考えます。砂が噛んでいる感触があるので、スパーギア周辺の砂を除去して組み立てます。
スパーギア周辺のネジを締めていきます。ここは M38mm のネジです。この1本を忘れていますね。ここも M38mm です。ネジ穴の周辺が盛り上がっているので、平らに修正します。砂を除去して組み立てます。この辺はだいたい M30mm のネジです。ダンパーステーだけでもカーボンパーツになるとテンションが上がりますが、シャシの大部分がカーボンになると、見た目が一気にハイエンドっぽくなってかっこよいです。リアのデフ周辺を組み立てます。ここも M30mm が8本です。つきました。フロント側に取り掛かります。フロント側はリインフォースメントの取り付けネジの先端が飛び出ていてシャシに傷がつくので、ネジの先をヤスリで削ります。面倒な片割りや側と同様に 0.5mm のスペーサーを入れても良いかもしれません。だいたい削れました。ついでにグリスアップします。シマノのジュラグリスを使っていますが、ちゃんとデフ用のグリスを使った方が良いと思います。フロントデフ周辺を合わせてみます。ネジ穴のずれ具合を確認します。やはり曲げた部分が車体中央よりに1ミリくらいずれています。曲げた部分の穴6箇所を修正するより、リインフォースメントの穴3箇所を修正した方が楽なので、この3箇所の穴を後ろに広げてみます。100円ショップのユーターで削ります。100円ショップなのに100円じゃなかったですが、色々便利なので満足しています。粉塵が飛ぶのでマスクをつけてください。猫たちは違う部屋に移動させました。邪魔されないので、作業がはかどりますが、ちょっと寂しいです。
座面がテーパーになっているので、テーパー状に削っていきます。だいたい削れました。フロントデフ周辺を合わせてみます。ネジをつけてみます。この3本は M37mm です。間違えて長いボルトを入れると、リインフォースメントのネジ穴がダメになるので、注意してください。ちゃんとつきました。曲げ加工をしなかったらすんなりついたのかどうかわかりませんが、やってみた方いらっしゃいましたらコメントください。ステアリングワイパーを取り付けます。ここのネジは M38mm 2本です。ここはロックタイトを塗った方が良いかもしれません。残りのボルトをつけていきます。すべて 10mm のネジです。スパーギア周辺の M38mm を1本付け忘れていました。左右非対称で間違えやすいので注意してください。ダンパー上部を組み立てていきます。フロントは一番外側の穴に取り付けます。以前の動画で説明していますので、詳しく知りたい方はそちらも見てください。フロントバンパーを取り付けます。リアダンパー上部を接続します。リアは新しく開けた穴の一番下に取り付けます。タイヤを取り付けます。タイヤとホイールは純正ではなく、タミヤのデュアルブロックタイヤにしています。詳しく知りたい方は以前の動画を見てください。受信機はグルーガンで付けても良いですが、めんどくさいので両面テープで貼り付けます。前後逆向きにモーター寄りに貼り付けていますが、前回交換したサーボの配線が短かったためです。ウイングを取り付けます。ボディも取り付けます。これで作業終了です。
外したパーツはずっしりと重くて、軽量化が実感できます。いかがでしたでしょうか。今後は軽量化の効果や、カーボンパーツの耐久性も調査していきたいと思いますので、チャンネル登録、通知オンでお待ちください。